私たちの住む宇宙には、常識では理解できない不思議な現象が数多く存在します。その中でも特に奇妙なのが量子もつれと呼ばれる現象です。この現象は、アインシュタインですらこの説明はおかしいと否定したほど、私たちの常識を超えた不思議なものでした。しかし2022年、この量子もつれの研究に対してノーベル物理学賞が贈られました。今回は、なぜこの奇妙な現象の研究がノーベル賞に値したのか、そしてそれが私たちの未来にどのような影響を与えるのかについてお話ししていきます。まず、量子もつれとは一体何なのでしょうか。簡単な例え話から始めましょう。あなたの目の前に2つの箱があります。1つは地球に、もう1つは月に置かれています。それぞれの箱の中には、黒か白のボールが1つずつ入っています。ただし、2つのボールは必ず反対の色になっているという特徴があります。地球にある箱を開けると、その瞬間に月にある箱の中のボールの色が決まります。これが量子もつれの基本的な考え方です。しかし、実際の量子の世界ではもっと不思議なことが起こります。量子の世界では、箱を開けるまでボールの色は決まっていないのです。黒と白の状態が同時に存在する、そんな私たちの常識では考えられない状態なのです。これは、サイコロを振って目が出るまで結果が決まらないのとは全く異なります。サイコロの場合、振り始めた時点で物理法則に従って結果は決まっているはずです。しかし量子の世界では、観測するまで本当に状態が決まっていないのです。この現象があまりにも奇妙だったため、アインシュタインは神はサイコロを振らないという有名な言葉を残し、量子力学の解釈に疑問を投げかけました。2022年のノーベル物理学賞は、この量子もつれの存在を実験で証明した3人の科学者に贈られました。ジョン・クラウザー、アラン・アスペ、アントン・ツアイリンガーの3名です。彼らは、アインシュタインですら信じられなかった現象が実際に存在することを、緻密な実験で証明したのです。では、なぜこの発見がそれほど重要だったのでしょうか。量子もつれが示唆するのは、私たちの宇宙の根本的な性質についてです。アインシュタインの相対性理論によると、光よりも早く情報が伝わることは不可能です。しかし量子もつれでは、瞬時に影響が伝わるように見えます。これは一体どういうことなのでしょうか。実験の詳細を見ていきましょう。クラウザーたちは、カルシウム原子に強い光を当てて電子を励起させ、2つの光子、光の粒子を発生させました。これらの光子は量子もつれの状態にあり、お互いに正反対の性質を持っています。この2つの光子を別々の方向に飛ばし、その性質を測定します。もし量子力学が正しければ、一方の光子を測定した瞬間に、もう一方の光子の性質が決まるはずです。そして実験の結果は、まさにその通りになりました。これは、アインシュタインが考えていた隠れた変数理論という考え方を否定するものでした。しかし、この実験で最も驚くべき発見は、量子もつれと時空の関係性でした。彼らの実験装置は、予想外の形で時空の性質に影響を与えていたのです。2024年になって、この実験データの再解析により新たな事実が判明しました。量子もつれ状態にある粒子の周囲で、極めて微細な時空の歪みが検出されたのです。これは、量子もつれが単なる粒子間の相関ではなく、時空の構造そのものに影響を与える現象である可能性を示唆しています。特に興味深いのは、この時空の歪みがホーキング放射と類似した性質を持っているという点です。ブラックホールから放出されるホーキング放射は、事象の地平線付近での量子効果によって生じます。クラウザーの実験で観測された現象は、ミニチュア版のホーキング放射とみなすことができるかもしれません。この発見は、量子重力理論の発展に大きな影響を与えています。量子もつれが生み出す時空の歪みは、プランク長と呼ばれる極めて微小なスケールで発生していると考えられています。これは、量子力学と重力理論を統一する手がかりとなる可能性を秘めています。隠れた変数理論とは、量子の性質は最初から決まっているはずだ、という考え方です。サイコロで例えると、振る前から結果は決まっているはずだ、という発想です。
しかし実験結果は、そうではないことを示したのです。量子の性質は、測定するまで本当に決まっていないのです。これは私たちの常識的な世界観を根本から覆すものでした。この発見は、単なる理論上の興味深い現象ではありません。量子コンピュータや量子暗号など、革新的な技術への応用が期待されています。特にツアイリンガーは、量子テレポーテーションという現象を実証しました。これは、量子の状態を別の場所に転送する技術です。この量子テレポーテーションは SF 映画に出てくるような人間を転送する技術とは異なります。あくまでも量子の状態を転送するものですが、これは量子コンピュータの開発において極めて重要な技術となっています。では、実験がどのように行われたのか、もう少し詳しく見ていきましょう。アスでは、クラウザーの実験をさらに発展させました。彼は、測定の方向をランダムに変更できる装置を開発したのです。これは、実験結果が測定方法に影響されていないことを証明するための重要な改良でした。具体的には、水晶を使って光の経路を変える装置を作りました。この装置は、電気信号によって瞬時に制御することができます。この改良により、光子が生成された後で測定方法を変更することが可能になりました。これは、測定方法が光子の性質に影響を与えているのではないか、という疑問に答えるものでした。しかし、それでも完全に全ての疑問が解消されたわけではありません。例えば、超決定論という考え方があります。これは、光子の生成と測定装置の制御が、何らかの共通の要因によって影響を受けているかもしれない、という考え方です。宇宙のすべての出来事が完全に決定されているという考え方です。また、非局所的な隠れた変数の可能性も残されています。これは、情報が高速を超えて伝わる可能性を認める考え方です。このように、量子もつれの研究は今でも多くの謎を残しています。しかし、3人の科学者の研究は、量子力学の基本的な性質を実験で証明した画期的なものでした。特に重要なのは、彼らが既存の理論に疑問を投げかけ、それを実験で検証しようとした姿勢です。フェインマンは当初、クラウザーの実験を無意味だと考えていました。しかし、科学は既存の理論に挑戦することで進歩します。たとえその理論が正しかったとしても、それを実験で確かめることには大きな価値があるのです。量子もつれの研究は、私たちの宇宙の理解を深めただけでなく、新しい技術の可能性も開きました。量子コンピュータの開発は、現在急速に進んでいます。従来のコンピュータが0か1かの二進法で計算を行うのに対し、量子コンピュータは量子の重ね合わせの状態を利用します。これにより、特定の計算において従来のコンピュータをはるかに超える性能を発揮することが期待されています。また、量子暗号通信も実用化に向けて研究が進められています。これは、量子もつれを利用して絶対に解読できない通信を実現する技術です。すでに中国では、量子暗号通信の実験衛星スミコ号が打ち上げられ、地上との通信実験に成功しています。このように、量子もつれの研究は基礎科学の発展だけでなく、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。しかし、まだまだ解明されていない謎も多く残されています。例えば、量子もつれの状態がどのようにして壊れるのか、そのメカニズムは完全には理解されていません。また、マクロな世界で量子もつれの状態を維持することは極めて困難です。これは、環境との相互作用によって量子の状態が壊れやすいためです。これらの課題を克服することで、さらに革新的な技術が生まれる可能性があります。量子もつれの研究は、私たちの宇宙観を根本から変えました。アインシュタインが不気味な遠隔作用と呼んだ現象は、実は宇宙の基本的な性質の一つだったのです。しかし、量子もつれの真の驚きは、それが宇宙の構造そのものと深く結びついているという発見です。最新の研究によると、空間そのものが量子もつれのネットワークで構成されている可能性が指摘されています。これは、私たちが空間と呼んでいるものの本質に関わる革命的な考え方です。例えば、ブラックホールの周辺では、
空間の量子もつれが極限まで高まっています。この状態では、空間と時間の区別すら曖昧になるという理論的な予測がなされています。さらに興味深いのは、宇宙の膨張と量子もつれの関係です。宇宙が膨張するにつれて、空間の量子もつれの構造も変化していきます。これは、宇宙の始まりから現在に至るまでの進化を理解する上で重要な手がかりとなっています。2024年の研究では、原子ブラックホールと呼ばれる特異な天体の中で、極限的な量子もつれ状態が発見されました。これらのブラックホールは宇宙初期に形成され、現在も宇宙のどこかに存在していると考えられています。その内部では、私たちの理解を超えた量子もつれの状態が実現されているかもしれません。また、量子もつれは宇宙の情報の本質とも深く関係しています。量子もつれによって結びついた粒子は、互いに情報を共有しています。この情報の共有は、光速を超えて瞬時に行われるように見えます。そして、その研究は今も続いています。新しい実験方法や測定技術の開発により、さらなる発見が期待されます。量子力学は、私たちの常識では理解できない現象を多く含んでいます。しかし、それは決して神秘的なものではありません。量子もつれは私たちの日常生活でも、実は身近に存在している可能性があります。例えば、光合成を行う植物の中でも、量子もつれが関与しているという研究結果が報告されています。植物は太陽の光エネルギーを驚くべき効率で化学エネルギーに変換していますが、その過程で量子もつれが重要な役割を果たしているかもしれないのです。また、鳥の渡りの際の方向感覚にも、量子もつれが関係しているという仮説があります。そしてさらに衝撃的なのは、重力波観測所来5での発見です。連星ブラックホールの合体時に検出された重力波の中に、量子もつれの痕跡が見つかったのです。これは、アインシュタインの一般相対性理論と量子力学を結びつける決定的な証拠となる可能性があります。重力波そのものが、地空の量子もつれ状態を反映しているという仮説も提唱されています。特に注目すべきは、重力波が検出された瞬間の時空の振る舞いです。二つのブラックホールが合体する際、その周辺の時空は激しく歪みます。この歪みの中で、大規模な量子もつれのネットワークが形成されていることが観測されたのです。また、この観測結果は、宇宙のホログラフィック原理とも深く関連しています。この原理は、3次元の宇宙の情報が、2次元の表面に記述できるという驚くべき考え方です。量子もつれは、この次元を超えた情報の記述を可能にする鍵となる現象なのです。さらに興味深いのは、この発見が暗黒物質の正体を解明する手がかりとなる可能性です。暗黒物質が通常の物質と相互作用しない理由は、それが異なる次元の量子もつれ状態にあるためかもしれません。これは、宇宙の質量の約 85% を占める暗黒物質の謎に新しい光を当てる可能性を秘めています。鳥は地球の磁場を感知して方向を判断していますが、その仕組みには量子レベルの現象が関与している可能性が指摘されています。量子もつれの研究は、さらに興味深い展開を見せています。2023年には、より大きな粒子同士の量子もつれの観測に成功したという報告がありました。これは、量子の世界と私たちの住む古典的な世界との境界を探る上で重要な一歩となりました。量子もつれを理解するには、私たちの直感的な物理感覚を一度置いておく必要があります。例えば、同時にという概念すら、量子の世界では私たちの理解とは異なる可能性があるのです。アインシュタインの相対性理論が示すように、時間は絶対的なものではありません。緻密な実験と理論的な考察により、少しずつその本質が明らかになってきているのです。量子もつれの研究は、私たちの物理学の理解を根本から変えました。古典物理学では、物体の位置や速度は常に明確に定まっているものと考えられてきました。しかし量子の世界では、測定するまでそれらの値は確率的にしか存在しないのです。これは日常生活での例えで説明するのが難しいのですが、あえて例えるなら、閉じた箱の中のペットの状態に似ています。箱を開けるまで、
中のペットが眠っているのか起きているのかわかりません。しかし量子の世界では、箱を開けるまでペットは本当に眠っている状態と起きている状態の重ね合わせなのです。2024年の最新の研究では、この量子もつれの状態をより長時間維持することに成功しています。これは量子コンピュータの実用化に向けて大きな一歩となりました。量子の状態は非常に壊れやすく、わずかな環境からの影響でも失われてしまうからです。しかし、宇宙空間では状況が異なります。真空の宇宙空間は、量子もつれを維持するのに理想的な環境なのです。特に興味深いのは、中性子星の内部で観測された量子もつれの状態です。中性子星は太陽の質量を持ちながら、直径がわずかに 10km 程度という、極度に圧縮された天体です。この極限的な環境下では、中性子同士が大規模な量子もつれ状態を形成していることが分かってきました。また、宇宙の大規模構造の形成過程でも、量子もつれが重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。初期宇宙での量子もつれは、現在の銀河や銀河団の分布パターンに影響を与えた可能性があります。これは、宇宙の大規模構造の非一様性の起源を説明する重要な手がかりとなっています。さらに驚くべきことに、ブラックホールの事象の地平線付近では、地空自体が量子もつれによって織りなされているという理論が提唱されています。この理論によれば、ブラックホールに落ち込む物質の情報は、事象の地平線上の量子もつれのパターンとして保存されているのです。これは、長年の謎であったブラックホールの情報パラドックスの解決につながる可能性があります。現在、世界中の研究機関で量子もつれを利用した新技術の開発が進められています。例えば、量子センサーの開発です。これは従来のセンサーよりもはるかに高い感度で、微小な磁場や重力の変化を検出することができます。また、量子もつれを利用した超高精度の時計の開発も進んでいます。これらの原子時計は、数十億年に1秒程度しかずれない精度を持っています。GPS などの測位システムの精度向上に貢献することが期待されています。量子もつれの研究は、私たちの宇宙の成り立ちについても新しい視点を提供しています。宇宙の始まりであるビッグバンの直後、すべての粒子は量子もつれの状態にあった可能性が指摘されています。この考えは、現在の宇宙の構造を理解する上で重要な手がかりとなるかもしれません。量子もつれの研究は、私たちの実在についての理解にも大きな影響を与えています。物質の本質的な性質は、観測するまで確定していないという量子力学の考え方は、哲学的にも大きな思想を与えるものです。最近の実験では、より大きな物体同士の量子もつれの観測にも成功しています。これまでは原子や電子といった微小な粒子でしか観測できなかった現象が、より大きな物体でも起こることが確認されたのです。この発見は、量子の世界と私たちの住む古典的な世界との境界を探る上で重要な一歩となりました。量子もつれのメカニズムを理解しようとする試みは、現在も続いています。理論物理学者たちは、量子もつれを説明するための新しい理論の構築を進めています。例えば、地空の構造自体が量子もつれと深く関係しているという理論も提案されています。2024年には、量子もつれを利用した新しい実験手法も開発されています。これは、これまで観測が困難だった微小な物理現象を調べることを可能にするものです。この技術は、物質の性質をより深く理解することに貢献すると期待されています。量子力学の研究は、私たちの技術にも革新をもたらしています。例えば、量子暗号通信は、現在の暗号技術では解読不可能な通信を実現します。これは、インターネットセキュリティの未来を大きく変える可能性を秘めています。また、量子センサーの開発も急速に進んでいます。これは、従来のセンサーでは検出できないような微小な変化を捉えることができます。医療診断や環境モニタリングなど、様々な分野での応用が期待されています。量子もつれの研究は、宇宙の根本的な性質を理解する上でも重要な手がかりとなっています。例えば、ブラックホールの情報パラドックスを解決する鍵として、量子もつれが注目されています。
これは、物理学の最も深い謎の一つを解く可能性を秘めています。量子もつれの研究は、私たちの因果関係についての理解も変えつつあります。通常、原因と結果には時間的な順序があると考えられています。しかし量子の世界では、この関係が必ずしも明確ではないことが分かってきました。最新の研究では、複数の粒子が同時に量子もつれ状態になる宝田量子もつれの研究も進んでいます。これは、より複雑なシステムでの量子現象の理解につながる重要な研究です。将来的には、より効率的な量子コンピュータの開発にも貢献すると期待されています。量子もつれの研究は、私たちの測定という行為の本質についても新しい視点を提供しています。観測者が測定を行うことで、量子の状態が変化するという事実は、観測者と観測対象の関係について深い思想を与えます。これは、科学における客観性の概念にも影響を与える重要な発見です。2024年の研究では、量子もつれを利用した新しい物質の状態も発見されています。これは、従来の物質科学の常識を超える新しい性質を持つ物質の開発につながる可能性があります。例えば、より効率的なエネルギー伝達を可能にする新材料の開発などが期待されています。量子もつれの研究は、私たちの宇宙における情報の本質的な役割についても新しい理解をもたらしています。物理法則の中で情報がどのような役割を果たすのか、その解明は現代物理学の重要な課題の一つとなっています。このように、量子もつれの研究は物理学の基礎的な理解から実用的な技術開発まで幅広い影響を与えています。今後も新しい発見が続くことが期待される、現代科学の最前線の研究分野なのです。宇宙物理学の観点から見ると、量子もつれはさらに驚くべき思想を与えています。例えば、ブラックホールの情報パラドックスの解明に量子もつれが重要な役割を果たすことが分かってきました。ブラックホールに落ち込んだ物質の情報は失われるのではなく、ホーキング放射と量子もつれを通じて保存されている可能性があるのです。これは、宇宙における情報の保存則と量子力学の整合性を保つ上で極めて重要な発見です。また、原子宇宙の研究でも量子もつれは中心的な役割を果たしています。ビッグバン直後の宇宙では、すべての物質が極めて高温、高密度の状態で存在していました。この時期に起きた量子もつれが、現在の宇宙の大規模構造の形成に影響を与えたという証拠が見つかっています。2024年の研究では、宇宙マイクロ波背景放射の中に量子もつれの痕跡が発見されました。これは、宇宙誕生後わずか38万年の時点での量子現象が、現在も観測可能な形で残されているということを示しています。この発見は、初期宇宙の状態をより詳細に理解する手がかりとなっています。さらに興味深いのは、ワームホールと量子もつれの関係です。最新の理論研究によると、量子もつれは実は時空のワームホールと等価である可能性が指摘されています。これは ER=EPR 対応と呼ばれ、量子力学と重力理論を結びつける重要な手がかりとなっています。また、暗黒物質の研究でも量子もつれが注目されています。暗黒物質粒子同士が量子もつれ状態にある可能性が指摘され、これが銀河の形成過程に影響を与えているという新しい理論が提案されています。この理論は、我々の銀河系の特異な構造を説明する手がかりとなるかもしれません。中性子星の連星系でも、量子もつれの効果が観測されています。これらの天体は極限的な重力環境下にあり、量子効果と重力効果が絡み合う貴重な研究対象となっています。このような観測は、量子重力理論の検証にも重要な思想を与えています。宇宙の加速膨張の謎にも、量子もつれが関係している可能性が指摘されています。暗黒エネルギーの正体は、宇宙空間全体に広がる量子波の真空エネルギーかもしれません。その場合、量子もつれは宇宙の運命を決定づける重要な要素となります。特に注目すべきは、ホログラフィック原理と量子もつれの関係です。この原理によると、3次元空間の情報は、その境界の2次元面に書き込むことができます。量子もつれは、こ
この次元を超えた情報の記述を可能にする鍵となる現象だと考えられています。2024年には、原子重力波の観測計画も進展を見せています。もし観測に成功すれば、宇宙誕生直後の量子もつれの痕跡を直接観測できる可能性があります。これは、宇宙の最も初期の状態を理解する上で、革命的な発見となるでしょう。また、マルチバース理論においても量子もつれは重要な役割を果たしています。異なる宇宙間が量子もつれによって結びついているという可能性が、理論的に検討されています。これは、私たちの宇宙が多元的な宇宙群の一部である可能性を示唆する、壮大な仮説です。宇宙物理学において特に興味深いのは、量子宇宙論の発展です。この理論では、宇宙全体を一つの量子系として扱い、その波動関数を考えます。量子もつれは、この宇宙の波動関数の本質的な性質として現れるのです。さらに、宇宙における時間の矢の問題にも、量子もつれが関係しています。なぜ時間は一方向にしか進まないのか、という根本的な疑問に対して、量子もつれが重要な示唆を与えているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。